ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、タングザの不足点ヒーデイエディション。HBB コラボの一品だ。英語での正式表記はタングザ XHBBU ヒーデイエディション。横文字がわかんない人にざっくり言い換えると、ハワイの人気レギュラー、HBB が調整に協力した、竹のり店の全盛基盤。ってことだ。不足点は、このチャンネルでも星5評価をつけてる。昨年ベストクラスの平面駆動イヤホン。実際、僕もケーブルをナイス HCK のスペースクラウドに交換して、愛用してる一台だ。今回は、レギュラーコラボということで、音質は結構変化してそうだけど、それ以外の細やかな部分も、いわゆるプロ仕様にアップグレードされている。外装と付属品で一番大きな変化は、ケーブルがプラグ変更可能なタイプに変更になったこと、全体的な色合いの変更、それから、不足点のノーマルバージョンは、フェイスプレート以外の外装が樹脂製だったのに対し、全盛基盤は、その大きな樹脂パーツが丸々金属製に置換されている。外装による、内部での響き方は、音色に大きく変化を与える要素になりそうだ。ここに HBB コラボとなったので、期待値はかなり高い。一方で、昨年、このチャンネルをずっと追っかけてた人にはわかると思うけど、一昨年くらいから、各社一斉にこのタイプの平面駆動ドライバーを採用したイヤホンは発売されている。いろんな味わいの平面駆動イヤホンが一通り発売されていて、いわばこのジャンルは擦り倒されたジャンルなわけで、果たして、ユーヒーデイエディションは、そのいずれにも被らずにいられるんだろうか？今回は、同じく完全金属シェルの平面駆動ドライバーイヤホンで、評価の高い、シャオワー S12、初代不足点、そして、HBB コラボで平面駆動ドライバーベースの、ラプトゴーフック XHBB を並べてみた。ヒーデイエディションはここら辺の席を奪い取れるのか、外装から、音質に、つなげてみていこう。まずは外装から、不足点と寸法は同じものの、全金属シェルに変更になった。このため、高級感が増し、アップグレード版にふさわしい質感になったな。全体に鏡面メッキで、暗いガンメタリックの配色となっている。紫の色合いが独特だった不足点とはまた違う味わいだな。付属ケーブルは、OFC、無酸素導線が使用されていて、これでも十分にポテンシャルは発揮できる。特に、今回のヒーデイエディションでは、高音側のキレが強化されているので、初代不足点で高音域のキレにもう一歩が欲しかった人でも、標準ケーブルでも問題なくキレの良い高音を聞くことができるぞ。主に金属音などがより明晰になっていて、ここら辺の不足点が持つ個性とは真逆の印象を受けた。周波数カーブで見ても、サブベース帯域が若干抑えられていて、高音域側の谷が抑えられたバランスにもなっている。HBB コラボということで、HBB ターゲットの周波数カーブに近づけた仕様、ということだと思うけど、それを抜きにすると、不足点の癖を適度に抜いたイヤホン、ということができそうだ。この変化は小さなものだけど、実際に体感する差は大きい。このイヤホンは、密閉型として使うには巨大な 14.5mm の平面駆動ドライバーを使っているので、その分、横柄になっている。だけど、付属のイヤーピースを使っても、装着感は良好だ。イヤーピースは、最初から本体についている M サイズのものと、それ以外に豊富なバリエーションがある。なぜかフォームタイプと書かれたスロットに普通のシリコンタイプが入ってたり、初期取り付けのイヤピが、100円均一の初期付属イヤピ以下のふにゃふにゃの使い物にならないものだったりするのは不足点シリーズ共通の謎だ。ノーマルの不足点は、日本国内でも代理店がついてて、視聴が可能なんだけど、視聴器には、最初から本体についているふにゃふにゃイヤピがセットアップされてることが多い。で、このイヤピを使うと、ほとんどの人がうまく密閉を取れないくらいにふにゃふにゃだ。付属イヤピで能力は完全に発揮できるが、最初から本体についてるイヤピは完全にトラップなので気をつけよう。不足点を視聴するときも、それを踏まえて聞くのが良いぞ。さて、そんなわけで、ケーブル、本体素材のアップデートと、不足点の癖を緩和するチューニングを組み合わせた、不足点全盛期エディション。その音色について触れていくことにしよう。タングザ XHBB ユーヒーデイエディションの音色は、高質な金属音を表現できるようになった、よりスリムな不足点。不足点の音色は、高音側が刺さらない、柔らかい平面駆動イヤホン、という印象が強かったんだけど、今回のヒーデイエディションは、その印象を継承しながら、超高音域がよりしっかり出力されるようになって、全体の明瞭感が大きく向上した。また、低音は維持しながら、サブベースの音量を若干減らしたことで、より引き締まりのあるソリッドな低音側を手に入れてる。
このイヤホン、印象としてはもちろん最も不足点に近いんだけど、個人的には、S12 と不足点のちょうど中間みたいな印象を受けた。ただし、シャオワー S12 と比較すると、S12 は高音域側のピークが力強く、よりグイグイ高音が押し付けられる感じ。また、サブベースに関しても、さらに引き締まりのある音色で、極端な部分もある。それがイヤホン全体の音色を引っ張ってるので、どちらが良い、とは一概には言えないんだけど、不足点ヒーデイエディションは、サブベースが重いノーマル不足点に対し、そこをニュートラルなバランスにした上で、より高質な音色がこなせるようになった、完成度の高まった一台と言えそうだ。比較的入手しやすい、この手の 13mm 超の平面駆動イヤホンは、すでにほとんど席が埋まってる状態だけど、それにも負けずに、この美味しいところと美味しいところの間にグリグリっと入り込んできた感じだな。不足点に、もう少し分離感が欲しい、と感じた人にはドンピシャに感じると思う。逆に、不足点本来のベース側の重さから来る、臨場感などは、ヒーデイエディションでは若干落ち着いてるな。中音域の量感はどちらもしっかりとあるけれど、高音側の主張が若干強くなったので、ウォームさは若干少なくなったかも。全体的に、グラフを見ても、不足点の個性をいい塩梅にニュートラルに寄せたイヤホン、という印象があるので、自分はグラフの比較から見たイメージそのままの印象の違いになったな。S12、不足点は、どちらも個性があるイヤホンなんだけど、そのど真ん中を聞きたい。と思ってる人なら、ヒーデイエディションがおすすめだ。一方で、不足点の個性を保ちつつ、より強化されたサウンドを想像していると、むしろ不足点が癖を矯正されたモデル、という色合いが強いので、素直に不足点買った方が幸せになれるパターンもありそうだ。空間表現については、しっかり澄んでいて、適度に広く、音が耳の若干外側の位置から聞こえてくるような感じ。広くて余計に反響しない空間で、かつ音の発生源もわかりやすいと、空間の違和感を感じないサウンドだ。不足点の樹脂ハウジングと、全盛基板の金属ハウジングは、残響のウォームさ、クールさで差を出してるように思う。S12 との中間だ、と感じたのは、この残響の違いもあるかもしれないな。それから、HBB が関わった、もう一つの平面駆動イヤホン、ラクトゴフック XHBB とも比較してみよう。この不足点ヒーデイエディションは、14.5mm の平面駆動ドライバー1台だけど、あっちは高音域にピエゾを使ってる。このヒーデイエディションのベースにもなった、ノーマルの不足点も絡めて比較してみると、あれ？ノーマルの不足点の方が近い印象を与えられる。なんでこんなことになってるかというと、低音側のウォーム感が、フック XHBB、不足点ともに強いから、フック XHBB って、不足点と同じ、軽量な全金属シェルなんだけど、HBB コラボになった不足点は、感触感が強まっているので、S12 や、無印バージョンのフック X なんかに近い印象の方が強いな。どれも平面駆動ドライバーらしい、音が重なった状態でもそれぞれの音を聞き分けられる歪みのなさとか、そういった部分は強みとして持っている。その上で、サブベースの強さ、ウォームかクールか、で、それぞれのイヤホンを判断するべきだと思うな。現状、手持ちのお気に入りで、音色のウォーム、クールで仕分けるなら、ウォームな順から、現ハイファイ P1 ビグパンダ、フック XHBB、不足点ヒーデイ、S12、現ハイファイ P2、フック X の順番だ。フック XHBB はピエゾツイーターで高音をブーストしてるので、単純にこの位置に入るかは疑問だけど、ウォームさが欲しい、と感じる人が必要な領域の温かみは多いのでこの位置だな。不足点ヒーデイは、若干感触感が強めだけど、比較的ニュートラルな位置にあると思う。このニュートラルなバランスで、イヤホンサイズの平面駆動機にしかない、やたらめったら明瞭な感じのなり方は、特に平面駆動イヤホンが未体験の人に、大きな衝撃を与えられる一台になってるぞ。平面駆動のライバルが多すぎて、検討は難しいと思うけど、より誰にでもおすすめできる一台だ。おすすめだぞ。ただしイヤピは付属品の中のどれかに変えろ。視聴器置いてるショップの人も頼むから変えてくれ。と、こんなところだな。しっかりアップデートされた、良い一台に仕上がってた。ただし謎の初期イヤピにだけは手をつけなかったのはなぜなのか。あれで視聴で損してると思う。他のタング座製にもついてこない謎のイヤピなんだ。あれは不足点を不足点たらしめる何かなのかな？多分違うと思うけど。2023年に最初に聞く平面駆動イヤホンとして、しっかり仕事をこなしていった印象だな。この価格帯の平面駆動イヤホン、すでに顔が出揃った感があるんだけど、それらを超える怪物が、果たして今年にやってくるんだろうか。
といったところで今回はここまで。